こんにちは、ずんなもんなのだ。こんにちは、中国ふさぎです。というわけで今回はこちらのモッド、レッドワールダックスモッドをやっていくのだ。聞いたことないモッドですね。どんなモッドなんですか？このモッドを一言で表すなら、東側諸国が冷戦に勝利した世界線のモッドなのだ。東側諸国が勝利した世界なだけあって、ソ連はこのゲームの開始地点である2010年においても健在。逆に冷戦に敗北した西側諸国は軒並み崩壊もしくは孤立しているのだ。どうしてこんなことになったのさ？史実との大きな違いはソ連の動き。この世界においてソ連は軍事拡張を優先せずに経済成長と技術革新を優先。スターリン支部に書記長になったマレンコフのもと、ソ連は安定した時代を築いたのだ。逆に西側諸国では1980年代半ばに起きた経済危機により共産主義が増大。西ドイツとオーストリアは共産主義政権が発足しまとめて東ドイツに併合されたのだ。いきなり鉄のカーテンが崩壊してるな。またフランス共産党は労働党を吸収し与党につき、イタリアでも共産党がキリスト教民主党と妥協し与党になってるよ。本当に欧州の主要国が軒並み共産主義になってる。これら欧州の共産主義国家はヨーロッパ社会主義共和国連合 USR を創設しているよ。この世界における EU か。だから現状の欧州において民主主義を採用している国はイギリスかスウェーデン、スイスくらいしかないのだ。なるほど。じゃあアメリカ合衆国はどうなってるのさ？アメリカは共産主義の台頭と経済的混乱に直面し、ロナルド・レーガンは合衆国を解体。50州に独立を認めた上でアメリカの再出発を計画したのだ。ソ連崩壊後の独立国家共同体のようなものかな。あ、そんなうまいこといかず。ですよね。すぐにアメリカ南部でアメリカ共和国が独立。同年北部には人民連邦、五大湖周辺に五大湖連邦、西部にリンカーン連合が成立して、アメリカは戦乱状態に陥ったのだ。カオスすぎるでしょ。じゃあアメリカに守られていた日本は？日本はこの世界だと資本主義最後の砦にして最大の資本主義国家なのだ。よかった。共産化してなかったんだね。しかし日本とて反対というわけではないよ。海を挟んだ対岸には朝鮮戦争で大韓民国を撃破して朝鮮半島を統一した朝鮮民主主義人民共和国。史実同様中国大陸には中華人民共和国があるのだ。絶望的すぎるでしょ。でも中華人民共和国は2007年まで文化大革命が継続して国内は荒廃してるからそれほど脅威ではないのだ。朝鮮は史実より経済は成長しているけどソ連ありきな経済だからソ連が衰退すると自動で朝鮮も経済が衰退するよ。少しだけ日本に希望が見えたような。今回プレイしていく国家はもちろん日本。国旗がなんか違うな。現在の日本は欧米の崩壊後未曾有の経済成長を経験。しかし近年では経済不況にナショナリズム、ポピュリズムの強大化が進行。経済危機の兆候が現れているという現状なのだ。なるほど。それじゃあ早速ゲームスタートなのだ。おう。それじゃあまずは日本の詳しい内情から見ていくのだ。現在の首相は田母神義夫、元航空自衛隊の航空幕僚長なのだ。ポピュリズムとナショナリズムが流行っている日本だとありえなくもないのかな。この世界だと2007年に当時の安倍首相が辞任した後に自民党は新たなリーダーを選べずに党が分裂。いくつかの自民党の派閥間で妥協的に田母神首相案が浮上し、結果として自民党に入党した田母神が首相になったのだ。迷走する自民党が強いリーダーを求めた結果が現在の田母神首相なんだね。そして現在の与党は自民党の宏池会。このムッドでは自民党の派閥が再現されているんだな。他の派閥には平成研究会、細川派、清和会、青蘭会、社会派なんかがあるね。自民党以外の野党には天皇家と左派政党の日本労働党があるのだ。天皇家？国民精神は全部で7つ。1つ目は昭仁天皇、安定度が 10% 上がるのだ。控えめだな。2つ目は技術的進歩、建設速度、研究速度、工場出力なんかにでかいバフがかかるのだ。現代の日本は先進的な技術と経営モデル、そして崩壊したアメリカの資本を吸収し圧倒的な地位にいるのか。3つ目は平成体制、日ごとの政治力が 0.15 増えて安定度も上がるのだ。1980年代後半からの国政における自民党の圧倒的優位と派閥主義のことを平成体制というらしい。4つ目は引きずる経済、政治力獲得量と月ごとの人口にデバフがかかるものの消費財向上と研究速度、工場出力にバフがかかるのだ。アメリカ崩壊後に日本経済は一時的に不況に陥ったけど、その後の内需転換に周辺国との貿易強化によって回復したとのこと。5つ目は鳩山ドクトリン、師団の性能がいろいろ上がったり戦争協力度なんかが上がるのだ。
朝鮮戦争における韓国の敗戦後、日本は防衛のアメリカ依存を緩和して高度な軍隊を作っている模様。6つ目は竹島問題。政治力獲得量 80% のバフがかかるよ。何そのとんでもないバフは。朝鮮戦争での韓国敗北後、竹島と津陽島はアメリカが占領し続けたけど、1972年の沖縄返還時にこの島々も一緒に日本に編入されたようだよ。ちなみに朝鮮側にも同様にウルルン島独島問題という国民精神があるのだ。こっちは 80% のデバフ。そして最後の国民精神派 G21。建設速度と研究速度、工場出力にバフがかかるのだ。史実の G20 みたいなものか。そして国家方針はこんな感じ。だいぶボリュームがありますね。左上の NF から始まって右の方に進み、最後に下の方の NF に進んでいく感じなのだ。内政、外交、工業系というよりは NF を進めていくことでイベントが起きていく感じなのね。そういうことなのだ。それじゃあまずはこの平成22年の NF から進めていくよ。そして言い忘れていたけど日本の戦力はこんな感じなのだ。陸上は18師団、海上は空母4隻、駆逐艦と潜水艦が19隻か。ちょっと心もとない。さらに戦闘機は0機だからこっちの生産も進めていくのだ。じゃあ玉亀は航空自衛官の時に何をしてたんだよ。とりあえず2010年の予算について国会で話し合うのだ。今年の予算はどうなりそう？まずはアニメ産業の支援。日本の文化を世界に輸出するのだ。さらに防衛費も増額するよ。こんなに支出を増やして大丈夫か？その代わりに福祉政策に対する議論をして予算を減らす方向に持っていくのだ。なるほど。反発が上がりそうな内容だ。そして予算案とは別に外交面では台湾海峡に海上自衛隊を派遣して演習を行うのだ。中華人民共和国が猛反発しない？奴らは2007年まで文化大革命で国内は荒廃しているのだ。だからこそ日本が威圧しても問題ないよ。なるほどね。さらに朝鮮の文化をシャットアウトするのだ。朝鮮まで敵に回して大丈夫か？何を今更、何年も前から日本は朝鮮南部で分離工作を行っているからもう敵なのだ。何それ初耳にしてもこの世界の朝鮮のエンターテインメントって何なんだろう？おそらくは北朝鮮の文化とかかな。明日から朝鮮の曲を聴いたり所持した人は処罰されるのだ。日本のトマト職人が大量に逮捕されそう。とここで2010年冬季オリンピックのニュースが来たよ。フランスで開かれたのか。楽しそうだな。ヤゾフの死。レニングラードにおいて衝撃的な事件は起こりました。第5代ソ連最高指導者であったドミトリー・ヤゾフが欧州解放博物館を視察していた際、なんと護衛の一人が彼に向けて発砲したのです。ドミトリー・ヤゾフはその場で死亡が確認され、他の政治局局員はすぐにヤゾフの元に駆けつけましたが、彼らはヤゾフが血まみれになっているのを目撃するだけでした。なんとソ連指導者のドミトリー・ヤゾフが銃撃されて死亡したとのニュースが来たのだ。しかも護衛の手によってか。ソ連はヤゾフ政権下で衰退の兆しが見えていたし、それによる不満が爆発した形かもしれないのだ。いずれにせよソ連は思ったよりも盤石ではなさそうだな。さらにヤゾフ死後の党大会において主要派閥は次期指導者の選出で合意に至れなかった模様。つまりは最高指導者の席は空白状態が続くということか。少なくとも1ヶ月後に行われる予定の選挙の開票日まで跳ね、ソ連の構成国はこの中央政府の混乱状態を不安視している模様。さらに2ヶ月後にはポーランド人民共和国の書記長ヤルゼルスキが自由主義者の手によって暗殺されたとのニュースが。おいおい、どんどん東側諸国の重鎮が消えていくぞ。そして5月1日にはアメリカ人民連邦において大規模なテロが発生。ニューヨークにあるワールドトレードセンターにハイジャックされた旅客機が衝突したようなのだ。一体誰がこのようなことをしたんだろうか。さらに同月15日にはスペインではカタルーニャ州が独立戦争を起こしたよ。この世界でもスペインは内戦状態に陥るのか。で、またまたソ連からとんでもないニュースが来たのだ。ウラジーミル・プーチン率いる KGB がソ連の政治局局員の家に突入。片っ端から局員を粛清して軍隊をモスクワに配備したとのこと。何それは。 KGB 長官のプーチンは腐敗した中央政府を倒し、連邦を正しい状態に戻すと宣言しているのだ。確かにソ連は数年前から経済が停滞しているけど、法の支配を打ち破っての改革に他の構成国がどう反応するか。ソ連の各構成共和国はすでに独立に向け動き出しており、ソ連の崩壊も近いのだ。その後すぐにソ連からリトアニアが独立。さらにその後はエストニア、ラトビア、ジョージア、そしてカザフスタンが独立。
最終的に全ての構成国が独立する形で2010年の9月15日にソビエト連邦が崩壊したのだ。あまりにもあっけなさすぎる最後。ウラジーミル・プーチンは今後新生ロシア連邦の大統領としてロシアを率いていくようなのだ。そしてソ連という脅威がなくなって世界がより平和になるだろうな。そして彼の指導のもと、ロシアが民主化の道を正しく歩んでくれることを願うばかりだ。次回、令和元年。お楽しみに。